みんな元気なのだ。動画ナビゲーターのずんだもんなのだ。今日はみんなをヨーロッパの小さな国、北マケドニアへご案内するのだ。ねえねえ、実はね、あの有名なマザー・テレサが生まれた場所ってどこだと思うなのだ。インドのイメージが強いと思うんだけど、なんと今の北マケドニアの首都スコピエなんだって。これは意外な豆知識なのだ。今日はこの北マケドニアから注目のニュースを全部で3つお届けするのだ。中でも特に注目なのが3つ目のニュースなのだ。これはね、テトボで抗議活動、2021年プレハブ式コロナ病院火災、14人死亡も実刑ゼロっていう記事なのだ。2021年に14人もの命が失われた病院火災なんだけど、なんと責任者が罰せられてないってことで、遺族の方が怒りのデモをしているのだ。汚職が人を殺すって悲痛な叫びが聞こえてくるのだ。一体何が起きているのか、ずんだもんもすごく気になるのだ。この動画がいいなって思ったら高評価とチャンネル登録ぜひお願いするのだ。さあみんな、今日も一緒に世界のニュースを見ていくのだ。ヨーロッパのバルカン半島中央に位置する北マケドニア。首都はバルダル川が流れる美しい都市スコピエなのだ。かつてはユーゴスラビアの一部でしたが、1991年に平和的に独立し、現在は議会制民主主義の共和制をとっているのだ。人口は約200万人で、マケドニア系を中心に多様な民族が共存する多文化国家なのだ。主要産業は農業で、タバコやワイン、果物などが豊富に取れるのだ。伝統的な音楽や舞踊が盛んで、豊かな文化が息づいているのだ。近年は長年の国名問題が解決し、EU や NATO への加盟に向けた動きが活発になっているのが注目点なのだ。自然豊かで歴史も深い、温かい人々が暮らす魅力的な国なのだ。一つ目のニュースなのだ。スレブレニツァユーススクール2025参加者募集という記事なのだ。スレブレニツァユーススクール2025の参加者を募集しているのだ。このスクールはボスニア・ヘルツェゴビナのスレブレニツァで、紛争後研究センターとスレブレニツァ記念センターの協力のもと開催されるのだ。スレブレニツァ略殺28周年記念プログラムの一環で、7月7日から14日までの7日間行われるのだ。西バルカン諸国や世界中から18歳から30歳までの若者30人が集まって、移行期の正義、記念活動、歴史の語り継ぎ、人権、そしてジェノサイドや大量虐殺の防止について、専門家から深く学べるのだ。講義やパネルセッションを通じて、革新的なアプローチや実践方法を学ぶことができるのだ。応募資格は、これらの分野に興味のある学生や研究者で、使用言語は英語なのだ。ボスニア・ヘルツェゴビナ、セルビア、コソボ、モンテネグロ、北マケドニアの参加者は、交通費や宿泊費、食費、使用費が主催者負担になるのだ。その他の国からの参加者は、スレブレニツァまでの交通費は自己負担で、宿泊費などが100ユーロかかるのだ。参加したい人は、指定のフォームを記入して、ユーススクール、プルクアットグメイル、コムへ送るのだ。応募締め切りは2023年6月16日なのだ。みんなの応募を待っているのだ。二つ目のニュースなのだ。偽情報レーダー、監視と継承、2025年6月以降、西バルカン諸国の偽情報を煽る発火点となる事象という記事なのだ。西バルカン諸国における偽情報のリスクについて、リスインフォ、レーダー、監視と警告が注意を促しているのだ。この地域では、偽情報が民主主義への信頼を損ね、社会の分断を深める深刻な課題になっているのだ。2025年6月以降に偽情報が拡散する恐れがある主な火種、イベントをまとめたのだ。まず、6月24日からのハーグでの NATO サミットでは、NATO の結束を揺るがすプロパガンダが予測されるのだ。ウクライナ支援や過去の NATO 空爆に絡め、
地域を紛争に引きずり込むような古い物語が再燃する可能性もあるのだ。次に、6月7日のアルバニア対セルビアのサッカー試合は、民族間の緊張を煽る偽情報の標的となりやすいのだ。過去の政治的な衝突も背景にあるのだ。アルバニアの議会選挙結果が遅れることも、偽情報の波を引き起こす原因なのだ。ボスニア・ヘルツェゴビナでは、7月11日のスレブレニツァ虐殺記念日が偽情報の中心となるのだ。虐殺否定や戦争犯罪の美化といった内容が予想されるのだ。コソボ北部の警察作戦も民族的動機によるものだとする偽情報につながりやすいのだ。モンテネグロでは観光シーズンに合わせセルビア市民にとって歓迎されない危険だとする偽情報が拡散されかねないのだ。北マケドニアでは英国とのパートナーシップ協定が移民帰還センター設置につながるといった偽情報が再び出る可能性が高いのだ。セルビアでは環境や農業の危機をめぐり環境悪化を否定したり外国の影響を結びつけたり環境活動家を貶めたりする偽情報が懸念されるのだ。これらのイベントは西バルカン地域で偽情報が活発化するフラッシュポイントなのだ。常に注意が必要なのだ。3つ目のニュースなのだ。テトボで抗議活動。2021年プレハブ式コロナ病院火災。14人死亡も実刑ゼロ。という記事なのだ。2021年、北マケドニアのテトボにある仮設コロナ病院火災で14人が亡くなったのだ。しかし、2年経った2023年9月、責任者が罰せられないことに遺族らが怒りの抗議デモを行ったのだ。遺族は、汚職が人を殺す。14人死亡なのに刑務所行きはゼロなのだ。法や検察は組織犯罪を擁護しているのだ。と強く訴えたのだ。彼らは、火災原因の裁判再開と関連する検察官の解任を要求したのだ。遺族は、建設基準無視で目の前で家族が焼かれ、当局は真犯人を隠し、私たちを黙らせようとしたのだ、と悲痛な胸の内を語ったのだ。デモでは、法は犯罪的陰謀だ、と書かれた横断幕が掲げられたのだ。裁判では病院関係者に執行猶予や罰金判決が出たが未確定で、病院建設の安全問題に関する捜査も進んでいないのだ。市民は、正義は偽ニュースなのだ、と訴え、腐敗した現状への強い不信感を示しているのだ。北マケドニアを中心に、西バルカン地域の歴史、文化、そして現代の課題を学べたのだ。偽情報の危険性や司法の問題など、向き合うべき現実もあるけど、若者が未来を学ぶスレブレニツァ、ユース、スクールのような希望もあるのだ。引き続き注目なのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。